8800円のクオリティじゃないと思います。日本酒の方5種類提供させていただくんですけど、1種類1杯ずつ継ぎ足し可能なのでたくさんお飲みください。じゃあ例えばアラマサが美味しくてちょっとすぐなくなっちゃったもう一杯までなら金額かからず、はい、おかわり的にいいってことですか？大丈夫ですか？この1万円前後の価格帯のお寿司屋さん増えてきているので、はい、どうにかこう頭一つ抜けていかないといけないんで、そういうしっかりとした仕事を今別で持っている日本酒居酒屋がもう多分日本で一番と言ってもいいぐらい、日本酒を多く扱ってる、チェーン店展開ができているので、もその仕入れの実績とか取引をもっていいものをここにちょっと寄せちゃってるので、日本酒っていうこれまでやってきたことと世界に羽ばたける、そこに何の掛け算させるってなった時に寿司っていうのがもうおのずとこれしかなかったかなっていうので。世界中の人々が集う六本木交差点からわずか徒歩10秒、昼から深夜まで営業するハイコスパ・ハイクオリティのおまかせを提供する新進気鋭の寿司店、大ヒット人気居酒屋日本酒原価酒蔵を手掛ける株式会社ビリオンフーズが日本食を世界へというビジョンのもとに力を入れている寿司業態。おまかせは税込み8800円で20品前後のつまみと握りが提供され、破格の満足度を誇る経営元の強みを生かしたプレミアム酒も含む日本酒ペアリングも体験価値が高くおすすめです。若き職人たちが毎朝豊洲市場に通い、仲卸との信頼関係を紡ぎながら仕入れと仕込みの工夫でかつてない内容のおまかせを実現しており、味もしっかり美味しいのが嬉しい、予約も取りやすく、急な寿司モードや会食、デートなどあらゆる場面で重宝される注目店です。せっかくなのでちょっと日本酒のペアリングもお願いしていいですか？はい、しました。日本酒のペアリングコースのクリスマス、こちらの、メニューから、1杯乾杯のドリンクサービスさせていただいております。最初乾杯ドリンク飲んでいいのはありがたいですね。しかも選べるの嬉しいです。改めて大将よろしくお願いします。タコの柔らか煮でございます。真ん中がクリームチーズの純米酒の酒粕漬け、隣がセリとなめこのおひたしでございます。おひたし嬉しい。美味しい。日本酒欲しいこれ。タコはさっき営業前に大根と似てたやつですよね。ギリ食感を残しつつ結構トロトロっていうか。これテイクアウトうちやってて、今日のテイクアウトネタです。ウーバーイーツのあと直接店舗で握りと穴子丼とバラちらしです。最初はネギトロ用でちょっと今書いて、ウニと混ぜるシーン。これはペアリング関係なしでついてくる組み合わせ。はい、おまかせコースの中に含まれた日本酒です。上に自家製のイクラとわさびと花穂をあしらってます。こちらスプーン状になっているのでそのまま召し上がっていただいて、濃厚なお味を日本酒飲んでいただいて洗い流していただく、こちらウォッシュと呼ばれるペアリングの体験でございます。ウォッシュ、はい、初めて聞きました。誰が食べても絶対美味しいやつです。で水芭蕉でウォッシュ、はい、スパークリングの、スッキリとしたお酒に。確かになんかウォッシュ感ありますね。流してる感じありますね。日本では秋田のアラバサナンバーシックス X タイプいいんですか？生かしていただきます。
うちペアリング、さっきのウォッシュみたく毎回こうテーマ設定してるんですけど、2本目のアラマサでは同調っていうテーマでお出しします。ちょっと柑橘系の酸味が特徴なんで、酸味同士、お料理も酸味、お酒も酸味みたいな感じで同じ味わい要素で合わせてもらいます。次が酸味の効いた調味料を使ったお作り。その後スノボで、最初の握りがすだちつけた握りで、全部ちょっと酸味が特徴なので、同じ酸味同士で合わせようっていうペアリングです。お水いただいていいですか？はい、ありがとうございます。水のこれは白店だけいつもしてるんですけど、ちゃんと新潟の酒蔵からお水を取り寄せてますみたいな感じです。いや、うまっ。もう間違いなくうまい。小西です。2001年11月27日の24歳です。山形県出身です。高校卒業してすぐ、山形の、老舗の旅館で、和食を、3年ほどやりまして、そこから上京してきて、寿司も働いてます。なんでこの職場、この会社に決めたんですか？成長が早い、どんどんやらせてくれるっていうのと、あと3ヶ月でカウンターに立てるっていうのを歌っていて、すごい自分自身早く成長したかったので、しました。うちはまず最前線でカウンターに立つためにも、例えば初日から魚をおろす練習を始めたりとか、握りのトレーニングも入ります。で、一定期間過ぎて形になった時に、もうお客様にもともと約束した上で、新人が握りますと、その代わり価格はもう本当赤字レベルっていうか赤字です完全にで提供させるっていう特設コースを組んで、本番の体験をしてるっていうのがやっぱり一番成長が早いところですかね。いつも開催してるわけじゃなくて、これはもう本当に人が新しくチャレンジャーが生まれた時に実施するっていう。それはなんか SNS とかで告知とかがあるんですか？そうですそうです。都度やってます。本当にいろんなお客さんが集うお寿司屋さんだと思うんですけども、何かこう年齢層とか、傾向ってあったりします？ 20代の若い方から本当にご年配の方まで来てくださるんですけど、日本シーンも本当デートから回数とか使っていただいたり、いろいろな使い方をしていただいてます。本日天然のマダイご用意してます。調味料で煎り酒と言いまして、日本酒の中に梅干しと昆布と鰹節を入れて煮詰めて酸味をつけた調味料をかけております。マダイは程よいソフト感がある。ブリブリというよりは結構舌に馴染む感じ。やっぱアラマサ美味しいっすね。日本酒の方、5種類提供させていただくんですけど、1種類1杯ずつ継ぎ足し可能なのでたくさんお願いします。じゃあ例えばアラマサが美味しくてちょっとすぐなくなっちゃった、もう一杯までなら金額かからず、おかわり的にいいってことですか？大丈夫ですか？いやでもこっちからしたらすごいありがたいな。すごいそれで喜んでいただいてます、ね。ありがとうございます。じゃあちょっとお言葉に甘えて、はい、次、沖縄県産のもずくを使ったもずく酢でございます。上に刻んだガリ乗せてます。軽く混ぜて召し上がってください。もずくとガリ、結構自分が好きなタイプの組み合わせ。美味しい。ちゃんと下までしっかり入ってます。うまい。ムクさんのこれ米炊き器はガス釜ですか？そうです、ガス釜です。はい。よし、そのまま。はい。ガリは酒好きにはたまらないつまみ系のコロコロ系ガリ。やばい、無限ガリだ。うちのガリ結構日本酒とか酒と合うので、ガリをつまみにして酒飲まれる方すごい多いです。水タコです。水タコ。はい。
なかなか1貫目水ダコってお店少ないですよね。そうです。なかなかないです。一度のペアリングと合わせるので、塩とすだちに相性がいい。大体水タコか、ある時はイカを使う。ぬるっとした感じと、でも包丁が入ってるから程よい心地の食感というか。シャリとも相性いい。3本目いきます。3本目、はい棒美伝なんですが、純米大吟醸酒。はい。うちのためだけに作ってもらったスペシャル版で。専属ラベルじゃないですか。はい。酒蔵に直接本をいたしまして、複数のシーンの中、完成した一本です。結構香り華やか、芳醇な味わいなんですけど、そこまで分かりやすく甘みはないので、めちゃくちゃバランスのいい酒です。で、次のテーマは保管って呼んでまして、もう出てくる料理が季節で変えるんですけど、一品、その後握りが白身系2貫、割とタンパク系続くんで、この料理のタンパクさを芳醇な味わい、香りで補うみたいなイメージです。めちゃくちゃうまい。香りはあるんですけど、全然重たくないですね。そうです。北海道産の、マダラの白子と岩手県産のしいたけです。一番下に、茨城県のクジランというブランド卵を使ったあんを敷いてます。全体合わせて召し上がってます。ちょっとまた存在感がある一品が出てきましたね。茶碗蒸しをちょっとイメージしてて、ちょっと全体崩して食べる茶碗蒸しのイメージで、うまいっすね。すごい肉厚なしいたけで噛めば噛むほど味が出る。これは主役は白子でも卵でもなくしいたけですね。日本酒との相性もいいな。でも美味しい。いや、これはでも新しいですね。いや、茶碗蒸しを再構築してるっていうのは腑に落ちるし、ありそうでなかった。王道の江戸前寿司では絶対出てくると思います。酢台昆布締めでございます。油脂戻して最後に昆布締めしてます。昆布。昆布はどれぐらい当ててますか？大体半日ぐらい昆布当ててます。これマダイチダイどっち？チダイです。チダイ。うまい。昆布が効いて、これはでもペアリング合いますね。合いますね。最初のシャリの粒感と赤酢のパンチで、島味のやっぱちょっとまだプリッと感があるじゃないですか。はい、そうです。でもなんていうか、この舌に絡みついてくる感じの食感というか、固めで赤酢好きな人はかなり刺さると思いますね。お昼と夜はお任せのみで、9時半以降だと単品のアラカルトの、ご注文のゲタが。今お任せおいくらでやってらっしゃるんですか？お昼のランチが16品で税込み5500円で、ディナーが税込み8800円。日本酒のペアリングをつけると、5500円です。のでコースで14300円コース。次テーマはマスキングって呼んでまして、マスキング、はい、アワビとかその肝を使った料理、貝のお刺身、マグロとかちょっと磯の香りの効いた素材になってくるので、その辺の特にネガティブに感じそうなところを包み隠していく効果ですね。テーマありきで合わせる酒が入荷して仕入れてるみたいな感じ。良くも悪くもあまりにもバランスがいい日本酒とかはあんまりチョイスしてないんですよね。はい、ちゃんとこう酸味とか分かりやすいものを当てて選んでっていう、9時間蒸したアワビと下にアワビの肝を使った自家製の肝ソースをご用意しています。一番右側のお米なんですけど、山口県の獺祭の酒米です。日本酒の米ご用意しています。リゾットを食べながら、獺祭飲んでいただいて、同じ原料つながりでペアリングしてみてください。このアワビは通年出してますか？鍋通年出します。ソースのパンチがすごいですね。じゃあ酒米を入れて、ちょっとリゾット風でってことですね。はい。
あ、硬いんだ。はい、かなり硬いです。なのでしっかりソースと合わせて。はい。酒米をリゾット化させるのは、はい、寿司ムクさんが史上初じゃないですか。うちが、日本酒のペアリングをすごい、武器にしてるので、その日本酒と何かつなげられないかということで酒米を。やっぱ硬さが特徴ですね。でそこに獺祭をペアリング。そうです。これはペアリング関係なく、ペアリングつけてない方ももうセットで、そうです。お酒飲める方であれば、はい、これさっき営業前に仕込んでたホタテのあれがこうなったんです。そうです。焼いて一晩お出汁につけた状態です。焼いてから出汁漬け。そうです。うわ、なんだこの食感。触った瞬間のホタテの感触がすごい面白い。うまっ。やっぱ生のホタテもブリブリして美味しいんですけど、はい、やっぱこう味が足されるとやっぱ深みが出るっていうか、旨味コクがすごいというか。焼いてるので香りも。これ改めてもう一回メニュー名何でしたっけ？焼き浸しです。焼き浸しってナスでしか聞いたことないです。いわゆる天身と呼ばれる。そうですね。いいですかね。どんな気持ちでいつも包丁を入れてますか、マグロに。いや、なんか寿司と言ったらマグロじゃないですか。未だに緊張はします。めちゃくちゃ脂乗ってて、めちゃくちゃ状態いいですね。状態いい。はい。いやー、蛇腹。いや、この蛇腹はたまらんっすね。当日行ってなんか状態いいものをすごいお勧めしてくれますね、山原さんに。マグロは今じゃあもう山春さんから買ってらっしゃる。そうですね、基本山春さんです。使う量も多いからやっぱり予定大きい方がいいですよね。はい、でも同じトロの部分でもやっぱりちょっとずつ場所がずれてくると筋の入り方とか違うっていうのをこう並べるとすごい分かりますね。すごい分かります。はい、だから一番筋があるのがいわゆる本当にズリの部分というか、はい、一番腹の底の部分ってことですよね。そうです。こっちから赤身です。はい、一番上の天身です。で、こっちが、中トロ、大トロよりの中トロです。で、こっちから大トロで、最後蛇腹です。蛇腹オブ蛇腹ですね。8800円のコースで出てくるネタのクオリティじゃないと思います。大間の何キロですか？160キロです。160キロ。はい。冬ど真ん中って感じのマグロですね。はい。うわあ、もう筋がすごいぞこれ。天国へ駆け上がってます。まっ。甘いし筋が全くないし感じないし、シャリにはまってますね。いやー、だから大体そのマグロは、赤身と中トロもしくは大トロ。そうです。今日ラッキーですね。食に恵まれました。なんでこれアラカルトで頼んだら1貫いくらですか？うち今は900円ぐらいです。いや絶対もっとするぐらいの。最初からついであります。はい、これもペアリングスタートする時からついどいて、まあ、要は室温に戻したんです。次のペアリングのテーマは調和。まあ、ちょっと温度を整えてうまみの濃淡を揃えるみたいな感じで定義しています。次がお出汁使った料理とか光り物漬けマグロなんで、まあ、要はちょっと素材にうまみを加えたものが出てくるので、その濃さとか味わいが揃うように用意しています。はい、温度がちょうど馴染んでると思う。松前漬けと自家製のイクラの子供です。隣に、新生姜を使ったお出汁を用意してます。うどんとお出汁半分ずつ召し上がっていただいたら、お出汁をうどんに入れていただいて、お茶漬け風に召し上がってください。あ、うまい。これネバネバがいい。あ、生姜うまいこれ。
で生姜だし茶漬けにしていただきます。だしと茶漬け風にするのが一番うまいかも。ガリだしめっちゃうまい。なんかまだガリにこんな可能性があったんだっていうことを僕がすごい勉強させていただいてます今。小花もちゃんと仕込んで提供してくれるんですね。ナイスフォルム。甘くさね。今ちょうど3日目ですね、今日で。大体塩、今日の具体だと12分、お酢12分ぐらいで締めてます。ちょっと待ってくれよ、小花マジでうまい。油乗りすぎてもないし、キュッともしすぎてないし、いろんなその小肌の個体と仕込み方でなんかいいとこ取りな感じで、カスゴとか小肌とか、これちゃんと職人仕事が必要なネタ、寿司好きからしてもただ単にコスパがいいみたいなことよりも、なんかもうちょっとそこも含めて抜かりない感じがめちゃくちゃいいなっていうか、この1万円前後の価格帯のお寿司屋さん増えてきてるので、はい、どうにかこう頭一つ抜けていかないといけないんで、そういうしっかりとした仕事を。大将の中でのはいマグロを、包丁入れたりとか、はい、こう仕込んでて大事にするポイントって何かあります？例えばその柔らかさとか色味とか。そうですね、油の乗りと、あと、柔らかさは結構大事にしてます。特にやっぱ握りだとやっぱ柔らかさがシャリとの相性とかに紐づくってことですかね。はい。レッドダイヤモンド的赤身。これ今日一のペアリングです今。赤身なんですけど天上無限の常温。本当に美味しい。次はペアリングとしてはなんか聞きなじみのあるワードなんですけど、相乗効果っていうの。相乗効果。はい、次は焼き魚とか蒸したお寿司、アナゴで、3つともちょっと温度の高めのものが来るんで、お互いのうまみとか味わいをしっかり引き出し合って、持ち味を高め合うみたいな。なんすかこのヌルカン。だしですねこれ。うまっ。銀だらの最強蜜焼き丼からです。付け合わせたくあんときゅうり自家製でわさび漬けになってます。西京焼きの塩梅もちょうどいいですね。美味しい。のクエです。天然。はい。個体何キロアップぐらい？15キロ。でかい。蒸してます。蒸し寿司。クエの蒸し寿司でございます。クエ筋強いので、さっと入れ火を入れてゼラチン質に変えてあげるようなイメージです。うまっ。クエのエキスが噛めば噛むほど口の中を駆け巡る。魚体大きいんで脂がすごい乗ってるんで、噛めば噛むほどジュワッジュワって口だけじゃなくて顎も楽しい。このクエの噛んでる食感の脂とヌルカンは絶対相性いいですねこれ。数年以内にはやっぱり海外の方に進出してどんどん日本食の良さを世界中に広めていこうというふうに今後の店舗展開も楽しみにしてます。頑張っていきます。半分に折りたたんで召し上がってください。コントビっていうすごい、はい、香りのいい海苔使ってその海苔を楽しんでいただきたいっていうのがあって最後手巻きでお出しさせていただいてます。コントビならではのちょっと海の香りがするのに、そうですね、やっぱりいろんな工夫というか他の店ではなかなかないテイストだけどよく思いついたなみたいな、そういう出し方がいっぱいあって食べ歩いてる人も楽しめるというか、調子の胃を和らげてください的な。
強いけど優しいみたいな、まあ、きっと大将もそういう人柄なんだとか優しさが出てるというか。あ、なるほど。でもプリンかと思いきやちょっとスポンジ感もあるんだ。不思議な感じ。これはペアリング関係ないやつですよね。セットで入ってくる。そうです。これも20種の肉コースに含まれてる日本酒です。うちは本当にお客様に喜んでいただくために気遣いの、サプライズとやってます。11時半から朝の4時まで開けてるので、本当にこの時間に来ていただいても、楽しくいい時間を、過ごしていただけるような空間作りを心がけています。本当にこれで8800円でいいんですかっていうのと、はい、日本酒もやっぱり、まあ、荒政含めて、はい、その時その時のいいお酒もちろん入ってくるっていうのはあるんですけど、やっぱそのブランドだけじゃなくてちゃんとテーマを持ってプレゼンをしてくれたりとか、やっぱ温度も変えて、ネタとの相性とかお酒の特性を含めて、酒器も変えながら温度を変えながら、こういう思いで合わせてみてますっていうそのメッセージも含めて、そこがやっぱりお客さんからしてもただ単に安くて美味しいとかただ単に美味しいを超えた体験としてのこの日本食の素晴らしさ、日本酒の素晴らしさ、この組み合わせの素晴らしさ、なんかここがやっぱりこだわってらっしゃるポイントなのかなっていうのは自分は今日一番感じたところですね。寿司好きの方もそうだし、ちょっと美味しいもの食べたいなって若い方とか、逆にご年齢がいかれてる方ももう会食で使っても何ら問題はないというか、すごい喜ばれるお店だな。美味しかったです。でも今日はありがとうございました。